どうもこんにちは。今回はですね、伝説の投資家ジョエル・グリーンブラッドの思考法、これを深く掘り下げていきたいと思います。彼のサクセスストーリーって実はちょっと一筋縄ではいかないひねりが効いてるんですよね。投資の世界には真似すると危険な成功談が数億あります。いきなりですが、これが今回の話の出発点になります。すごいですよね。成功者の話なのになんで真似すると危険なんでしょうか。じゃあ、なんで僕らはジョエル・グリーンブラッドについて学ぶ必要があるんでしょうか。それは彼の具体的な投資テクニックっていうよりも、もっと奥深くにある、はるかに価値のある教訓が隠されているからなんです。というわけで、今回はこんな流れで見ていきましょう。まずは起点な成功物語から入って、本当の敵は自分自身なんだっていう話。それから市場の歪みの見つけ方、システムの魔法の正体、そして僕ら個人投資家がどうすればいいのか。最後はあなたの戦うべき相手について彼の哲学の核心に迫っていきます。さて、最初のポイントです。危険な成功物語。もうはっきり言っちゃいますけど、グリーンブラッドの投資手法って僕ら個人投資家がそのまま真似できるようなものじゃないんです。でも大事なのはそこじゃなくて、その根底にある考え方、マインドセットこそが僕らにとってものすごく強力な武器になるっていうことなんですね。2つ目のテーマです。本当の敵は自分自身。ここからが彼の哲学のど真ん中に入っていきます。投資で一番の障害って市場の動きとかじゃなくて、実は僕ら自身の心の中にあるっていう話なんです。彼は焦点をどの株が勝つかじゃなくて、どうすれば負けないかっていう方向にガラッと変えたんですね。このスライドがその違いをすごくわかりやすく示してますよね。普通の投資家ってついこの会社将来伸びるかなって未来を当てようとします。でもグリーンブラッドの関心はそこじゃない。どうすれば自分のダメな判断を減らせるだろうかっていうここにあったんです。要するに彼は人間の感情とか直感っていうのを全く信用してなかったんですね。さあ3つ目です。市場の歪みを見つけること。ここからは彼の有名な戦略をいくつか見ていくんですけど、注意してほしいのは、これはやり方を真似しましょうっていう話じゃないってことです。彼の哲学が実際にどういう形で現れたのか、その証拠として見ていきましょう。最初のケースはスピンオフ、つまりある会社の事業部門が切り離されて新しい会社として独立するあのパターンです。彼がなんでこのスピンオフしたての会社に注目したのか、それはそこに理由なき売りっていう市場の構造的な歪みが生まれることを見抜いていたからなんです。具体的にはこういう流れです。まず親会社が事業をスピンオフしますよね。そうすると親会社の株主はおまけみたいに新しい会社の株をもらうわけです。でもその新しい株って例えば規模が小さすぎるとか業種が違うとかで自分たちの投資ルールに合わないことが多い。そうなるとどうなるか。彼らはその新しい会社の価値なんて調べもせずにもう機械的に売っちゃうんですよ。ここで僕らが学ぶべき一番大事なポイントはこれです。会社の本当の価値とは全く関係ない理由で売りが殺到して一時的に株価が不当に安くなることがあるっていうこの視点。スピンオフ銘柄を探すこと自体が目的じゃないんですね。2つ目のケースは、一度倒産してそこから立ち直った企業への投資です。市場っていうのは面白いもので、結構過去の悪い記憶を引きずるんですよ。だから会社の中身はもうすっかり良くなってるのに、株価だけが過去のイメージに引っ張られて安いまんまなんてことが起きるんです。例えば、昔は赤字だったとか、一度潰れた会社でしょとか、評判悪かったよねとか、こういう過去のレッテルがまるで幽霊みたいに株価にまとわりつくんです。たとえ今の財務状況がめちゃくちゃ健全になっててもです。ここでの教訓は、過去のイメージに惑わされずに、今の数字と今の事業を冷静に見ること。これがいかに大事かってことですね。さて、4つ目のテーマ、システムの魔法です。彼の戦略で一番有名なマジックフォーミュラ。これをちょっと解体してみて、その本当の目的、本当の魔法が何だったのかを明らかにしていきましょマジックフォーミュラの本質って、実は儲かる魔法の公式なんかじゃないんです。じゃあ何かというと、投資のプロセスから人間の感情とか好き嫌いとかそういうのを全部取っ払って判断を自動化するために作られたシステムなんです。恐怖とか強欲とかそういうノイズを消すための仕組み。それこそがこのフォーミュラーの核心だったわけです。う。じゃあ、
僕ら個人投資家がこの複雑な公式から何を持ち帰るべきか、それはこの3つのシンプルな原則にまとめることができます。1つ、ちゃんと儲かっているか収益性を見ること。2つ、株価が割安かどうかを見ること。そして3つ目、これが一番大事なんですけど、売買のルールをあらかじめ決めておくこと。これだけで多くの判断ミスは防げるはずなんです。さあ、5つ目のポイントです。個人投資家のための設計図。ここまでの話を全部つなぎ合わせると、ある一つのちょっと意外な結論にたどり着きます。それは、グリーンブラッドの成功の土台にあったのは、自分自身を信用しないっていう徹底した自己不信だったということです。相場が良いと浮かれて、悪いと怖くなる。過去の成功体験が忘れられない。損切りができない。これって僕らも含めて多くの投資家がハマってしまう心理的な罠ですよね。グリーンブラッドは自分自身もこういう弱さから逃れられないと知っていた。だからこそ自分を守るためにシステムを構築したんです。そう、自分を信用してないからこそ感情で動いてしまう自分を縛るためのルールを作ったんです。この考え方ってプロよりも情報とか資金が少ない僕ら個人投資家にとってもっともっと重要だと言えるんじゃないでしょうか。そしていよいよ最後のテーマです。あなたの戦いは市場との戦いではない。グリーンブラッドの投資家人生が示してくれる究極の教訓とは一体何なのか、最後に考えていきましょう。彼が戦っていた相手は市場ではなく投資家自身の弱さだった。まさにこの言葉が全てを物語っていますよね。彼の視線は常に外の市場じゃなくて内側、つまり自分自身の心をどうやってシステムでコントロールするかに向けられていたんです。グリーンブラッドのキャリアを振り返っても、伝説の銘柄を当てたみたいな話ってほとんど出てこないんですよ。なぜか。だって彼にとって個別の銘柄を当てることなんて本質じゃなかったからです。大事なのはいつだってシステムそのものだった。僕らが目指すべきなのも一発逆転の当たりくじを探すことじゃなくて、ブレない判断ができる仕組みを自分の中に作ることなんです。投資で一番難しいのってすごい会社を見つけることじゃないんです。自分の判断ミスをどうやって減らしていくか、これに尽きるのかもしれません。ジョエル・グリーンブラッドはまさにそのための設計図を僕らに残してくれたんですね。